こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。雰囲気が美しいんじゃないでしょうか。お母さんがカーディナルフームで、お父さんがロマンティックアンティークです。お花形がカーディナルフームの血を受け継いでいると思います。で、お花を近づけますと、ちょっとこの子は香りがわからないようです。全体像としてはこんな感じです。4号鉢です。でこの子は雰囲気がすごく好きなんですけれども、葉の傷みが目立つのと、あと枝枯れも結構するようなので、少しお手間がかかりそうな子ですね。新芽のお色も素敵だと思います。はい、こちらは河合先生のパルファンダムールです。お花を近づけますと、ふんわりと優しいいい香りがします。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。真夏でもたくさんの花数で咲いてくれます。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラで、お母さんがクチュールローズチリア、お父さんがハイディクルムローズです。真ん中のしべがピスタチオのような色で、お花のお色とお花形もちょっとクチュールローズチリアに似てますかね。で、お花を近づけますと、とってもいい香りがわずかですがわかります。全体像としてはこんな感じです。成長するにつれて花弁数もまた増えていくと思うんですが、今のままのお花でも可愛いなって思ってしまいます。あとはお花付きが良ければいいことない感じですよね。葉っぱも特に問題なさそうに見えますので、大病性もまずまずですかね。今後の成長がとっても楽しみなバラだと思います。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがアプリコットドリフトで、お父さんがアイズフォーユーです。ポンポン咲きですね。お母さんのアプリコットドリフトによく似ていると思います。で、お母さんと違う点といったら、この子にはしっかりと香りがあります。ちょっとパウダリーな系統の香りがすると思います。全体像としてはこんな感じです。4号ポットです。こちらにつぼみもできています。花数もまあまあついてくれるようです。
こちらはシャルトルーズドーパルムです。とってもいい香りがしています。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけますと濃厚なダマスクの香りがすると思います。連日34度35度など気温が高いのもあってお花はすぐ終わっちゃいますね。これは昨日咲いたお花です。もうぐったりしてますね。こちらとこちらは今日咲いたばかりのお花です。はい、こちらはロサオリのフリュイです。暑さあまり関係なく咲いてくれますね。お花を近づけますとフルーツのとってもいい香りがしています。やはり夏花で少しお花のサイズ感は小さいですね。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花持ちも春とあまり変わらないようです。まあまあ長くお花を楽しめると思います。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラで、お母さんがカーディナルフーム、お父さんがビニヤードソングです。お花の形がなんとなく変形してますね。今咲いているお花どちらとも形が不揃いな感じです。なんとなく白爪草のようなお花です。お花を近づけますとかすかに香りがあるような気がします。で、お花のお色がクリーム色とピンクですね。で、しべがピスタチオのようなお色です。あちこちに小さいつぼみもできていますので、お花付きはとてもいいようですね。で、内側の葉っぱがちょっと横変しているのと、あと枯れ枝も少し目立つようです。全体像としてはこんな感じです。4号ポットに入っています。個性的なバラになってくれると嬉しいなと思う子です。はい、こちらはアンティークウォッチの2番花です。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけますと、今回は割と濃厚なバラの香りを感じます。つぼみもまだまだたくさんありますので、これから1週間ぐらいは楽しめそうです。はい、こちらは川本真紀子先生のコフレです。2番花です。1番花は灰色カビ病でつぼみが開くことがありませんでした。夏花ですので今はつぼみも小さめな感じですが、1番花のつぼみはかなり大きかったですね。もし咲かせることができたらとても素敵だったと思います。そして気になる香りですが、お花を近づけますと少しグリーン系の香りも感じるような気がします。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。上の方にも
つぼみがあります。我が家にある牧子先生のバラはつぼみが硬くて開きにくい子が多い印象なので、気温の高い夏の方がすんなり咲いてくれるような気がします。はい、こちらはクリスタルフェアリーの2番花です。小さい小花の集計バラは夏の間も元気に咲いてくれるのでとても重宝しています。お花を近づけましても香りはほとんどわかりません。全体像としてはこんな感じです。我が家では随分横張りに育っています。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。